僕は今台湾中部の町嘉義市に来ています。今回の動画は世界で唯一完全な状態で現存するペンシルバニア式木造監獄を見に行く旅です。そこはただの監獄だったわけではなく、ちょっと変わったところだったらしくて、例えば監獄なのに育児所があったりだとか、この高温多湿な台湾でシロアリもものすごい多いのに、なぜか木造建築として100年以上も残っています。もっとね、安い資材を使えばいいのに、なぜわざわざ高級なヒノキを使って刑務所を作ったのかっていうところと、そして当時の知識人だったり母親たちはものすごいその刑務所に対して恐怖を抱いていたそうなんですけど、その裏には暴力ではなく精神で人間の心を支配するとある監視システムがあったそうです。そのあたりをちょっと見に行きたいと思います。今日はひとまず寝ます。朝になりました。これから、刑務所の方に向かうんですが、その前にちょっと腹ごしらえをしようと思います。どうやらこの嘉義市の方たちの胃袋を支える朝食グルメがあるみたいなので、そこに行ってみます。腹ごしらえも済んだということで、いよいよその監獄の方に向かいます。この嘉義市のなんていうんだっけ、観光夜市から歩いておよそ30分かからないぐらいのところにその監獄はあるみたいです。台湾は U バイクっていうレンタサイクルがかなり普及していて、この嘉義市でも乗ることはできるんですが、徒歩で行ける圏内であればやっぱり徒歩で行きたいですよね。その街を見ながら行く方がもう一つ楽しみが増えるという感覚があります。今日も相変わらず日は強いです。やっぱり台北よりも台中の方が日が強い気がします。12月にもかかわらず半袖で外を歩いている人が平然といるところからもその気温の高さが伺えると思います。結構正直暑いです。あれかな、急に趣のある建物が見えてきました。これな気がします。すでにかなり物騒な雰囲気がしますが、ここから入るみたいです。道路の向こう側からは幼稚園ですかね、かなり元気な声が聞こえるんですが、そのちょうど真向かいにとてつもなく物騒な、元監獄があるというコントラストが面白いです。徳をもって人と化す。早速入ります。ここが中央で放射状に分かれていく構造だったみたいです。この監獄、独房は基本的にヒノキが使われていて、この高温多湿な台湾には全く合わないように見えるんですが、実はそこにはかなり工夫が施されていまして、まず床が高い位置に設定されています。そして上を見てみると、ただの天井ではなく換気できるような構造になってるんですね。これによって下と上で気圧差が発生して、実質電力なしで24時間自然換気するような構造になっていました。これを自然換気、ペンチュリ効果って言って、当時の日本の建築家がこの台湾の気候に合わせて計算し尽くしたものです。そうすることで囚人たちも熱射病とかにかかることがなく、労働力としてちゃんと貢献できる環境ができていた、そういうふうに思います。分厚いヒノキの扉ですが、腐敗している様子は全くないです。あそこの独房にかかわらず、どこの独房も同じような構造だったみたいですね。ここは扇風機はないけど、独房の中を見てみると、もう便器がむき出しの状態で置かれていて、囚人のプライバシーはもはやなく、看守に丸見えの状態でしていたんだろうなということが伺えます。
この監獄の一番大きな特徴として、この中央台から独房が全て見渡せるようになってるんですね。これをパノプティコン構造っていうんですけど、看守からは囚人のことを監視しやすいけど、囚人からは看守のことがなかなか見えないっていう、その視覚の非対称性的なものを利用していて、これによって囚人たちはいつ見られてるか分かんないっていう、その疑心暗鬼状態、精神で囚人を支配するシステムができていたんだと思います。実際ここにこうやって立って囚人の独房を見ていると、確かになんか囚人が変なことしてたらというか、独房から抜け出そうとしてたらもうすぐに発見できるような構造になっているのがよくわかります。この扉の横の覗き穴を見ると、一見ただの覗き穴に見えるんですが、よく見るとこう外側に向けて斜めになっているんですよね。だからこっちの看守サイドからは広く中が見渡せるようになっているんですが、向こうの囚人側からはあんまりこっちの様子が見えないという構造、パノプティコンの最小単位なのかもしれないです、この部分が。向こうの囚人は常に見られてるかもしれないという、その疑心暗鬼の状態が24時間続いていたんだと思います。今僕はこうやって看守サイドの場所を歩いてるわけですけど、正直この両脇から無数の囚人が自分のことを見ているような感覚になって、看守サイドとしても結構きつい気はしますけどね。どうなんだろうか。ここも独房だったんでしょうか。なかなかこれはさすがに狭いな。1畳ぐらいトイレがあるだけ、もはやトイレに住んでいると言っても過言ではない独房です。ここ引いたらかなり外れですね。この辺りの独房はどれもそのぐらいの1畳ぐらいの大きさしかなく、ここに閉じ込められたらそりゃ精神的にはかなり参りそうな気はします。刑務所の内側から見る壁ですが、外側から見るよりも壁の重量感があるというか、これはさすがに登って出ることはできないなっていう絶望感を感じます。ここはシャワー室かな。ただ壁から蛇口が出ているだけのように見えますが、刑務所の映画とかでよく見るタイプのやつですね。こうやって見ると、ここに立ってさえいればほとんど全体を見渡せる構造になっている気がします。囚人たちが隠れてこそこそ何かをすることを多分防ぐためだったんだと思います。どうやらここは水が溜まってた場所らしいんですが、囚人たちが入るというよりかは掛け湯をするところだったっぽいですね。囚人側から面会室を見てみると、なんか本当に世界と隔絶されているような感覚を受けます。ここが女性の囚人が収監される監獄です。男性の独房からはかなり離れたというか、切り離された場所にあるみたいです。この監獄では女性は3歳までの子供であれば一緒に帯同できるっていう制度があったようで、実際に監獄の中で育児をしていたそうです。ここがおそらくその育児所だった場所で、中を見てみるとあまり監獄らしくはない子供の遊び道具が置いてあったりだとか、机の上を見ると哺乳瓶が置かれていたりします。そうは言ってもやっぱりガラス張りにはなっているので、常に看守に見られながら育児すらも監視される、ちょっと特殊な環境だったようです。この監獄は殺人犯とかそういう極悪人ではなく、政府に批判的な人は基本的に学者だろうが学生だろうが、収容されていたようで、ここで拷問を受けて別の処刑場に飛ばされていたそうです。当然100年前の建物なので多少古めかしい部分はありますけど、それでもやっぱただの古い刑務所っていったものじゃなくて、もうその時点で完成された管理システムがあったんだなっていう印象を受けました。物理的に壁を設けるっていうよりかは、構造でね、見えない視線によって人間を支配するっていうのは
本当なんか建築の妙だなっていう風に感じますね。